皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日も生活で使う日本語の文法を2つ紹介します。この文法の動画を見る前に一度文法を勉強して復習としてこの動画を見てもらえるとすごくいいと思います。あと私の動画には15言語の字幕があります。日本語の字幕もあります。文字起こし機能を使うと2言語表示しながら聞くことができるので、ぜひそちらの機能も使ってみてください。では、いつも通り、まずはコンビニで買ったものを紹介します。今回はファミリーマートで買ってきました。まずはこちらです。コメダコーヒーの、まろやかミルクコーヒーです。早速飲みたいと思います。ストローを刺すので、ちょっと待ってください。あれこれなかなか開かないな。開いた。袋から出して、ストローを、ちょっと待って。ストローを、できた。刺します。いただきます。美味しい。砂糖が入ってるので、甘めのコーヒーです。でもそんなにしつこい甘さではありません。皆さんもそうかもしれないんですけど、仕事してる時とか勉強してる時って結構なんか甘いもの取りたくなりませんか？体が糖分を必要とする時ってありますよね。美味しいです。はい。これはね、待って値段ね。253円でした。で、あともう一つ買ったのがこちらです。干し芋です。さつまいもを乾燥させたものです。で、ここに書いてあるんですけど、食物繊維もあります。さつまいもって確かに食物繊維が豊富なイメージがありますね。で、これね、裏の原材料名見るとわかるんですけど、本当にね、さつまいもしか使われていません。じゃあちょっとこれ開けてみましょう。ハサミで切ります。まあ普段だったら私こうやって手で切っちゃうんですけど、ちょっと撮影のために今ハサミ使いました。中にはこんな感じでさつまいも入ってます。干し芋ですね。乾燥させたものです。こんな感じです。いただきます。甘くて美味しい。40g で124キロカロリーと書いてあります。美味しい。これは280円でした。はい。ですね。美味しい。今日の文法は、一つ目は、てしょうがない。てしょうがない。しょうがないの前には、動詞のて形、い形容詞くて、な形容詞でになります。で、これは、て仕方がないって聞いたことがある人もいると思うんですけど、て仕方がないが書き言葉になります。で、てしょうがないは話し言葉になります。では、いつも通り例文を2つ言うので、まずは例文を聞きながら意味を想像してみてください。例文1。徹夜でテスト勉強したから眠くてしょうがない。徹夜でテスト勉強したから眠くてしょうがない。例文2。スマホがないと不安でしょうがない。スマホがないと不安でしょうがない。どんな意味だと思いますか？このてしょうがないは自分の気持ち、感情が抑えられないくらい何々だという意味です。我慢できないくらい何々だという意味です。つまりそのくらい気持ちが強いという意味なんですね。
例えば例文の1。徹夜でテスト勉強をしたから眠くてしょうがない。はい。徹夜はどういう意味ですか？日本語で言ってみてください。こういう練習すると結構語彙が増えていくので、私はおすすめしているんですけど、無理してやらなくて大丈夫ですよ。はい。徹夜の意味は、寝ないで朝までずっと起きているという意味ですね。はい。なので、寝ないで朝まで徹夜でテスト勉強したから眠くてしょうがない。つまり、とても眠い。我慢できないくらい眠いという意味です。例文に、スマホがないと不安でしょうがない。これは3年前くらいの私です。3年前、私はスマホに依存していました。依存って聞いたことありますか？依存というのは、それがなかったらもう我慢できない状態。ずっと頼っている状態のことです。スマホがないと不安でしょうがない。スマホがなかったら我慢できないくらい不安だ。そのくらい不安な気持ちが強いという意味です。皆さんはどうですか？一日に何時間スマホを見ていますか？これ私時々ね、学生によく聞くんですけど、iPhone だとスクリーンタイムっていうのがあって、で、1日どれくらいこのスクリーンですね、画面を見てるかっていうのを調べることができます。で、私は本当に3年前は多分1日8時間、8時間はないか、でも最低でも6時間は見ていました。もちろん仕事で使うこともあるんですけど、6時間スマホ見て、で、プラス多分7時間以上パソコンも見てるんですよね。パソコンで仕事をすることが多いので、ずっと何かの画面を見ているような状態でした。でもこれ多分、ポッドキャストでもう話したかな？ラジオで話したかちょっと忘れちゃったんだけど、今はね、本当に私、スクリーンタイム少ない方だと思います。もしかしたら皆さんの方が少ないかもしれないんだけど、これ、先週のスクリーンタイムですね。平均で3時間55分見てるよっていう感じです。少ない時は3時間10分くらいかな。やっぱりそうですね、3時間くらいは絶対見ちゃうんだけど、メールとかもね、チェックするので。でも、3年前に比べたら減りました。本当に減りました。皆さんはスクリーンタイム何時間くらいですか？ぜひコメントで教えてください。待って。干し芋が歯にくっついてる。ごめんなさい。じゃあ次、2つ目の文法です。2つ目は、旅に。旅に。旅にの前は動詞の辞書形。あとは名詞プラスのプラス旅にです。また例文を言うので聞きながら意味を想像してみてください。例文1、海外旅行するたびにもっと英語を勉強しておけばよかったと後悔する。海外旅行するたびにもっと英語を勉強しておけばよかったと後悔する。例文2、部長は出張のたびに私たちにお土産を買ってきてくれる。部長は出張のたびに私たちにお土産を買ってきてくれる。さあ、どういう意味でしょうか？はい。この旅にの意味は、何々するときはいつも何々だ。ちょっと何々が、わかりにくいかもしれないので、ちょっと A と B を使いますね。A するときはいつも B だ。意味は A するときは毎回 B だ。いつも B だ。という意味なんですね。例文の1、海外旅行するたびに。意味は海外旅行するときはいつももっと英語を勉強しておけばよかったと後悔する。これ私です。はい。
行く国によって違うんですけど、英語を使う国に行くと本当にいつも後悔します。もっと英語勉強しておけばよかったなって海外旅行するときいつも思うんですね。この時に海外旅行するたびにということができます。例文2、部長は出張のたびに。意味は出張するときはいつも、出張するときは毎回私たちにお土産を買ってきてくれるです。例えば部長は先週北海道に行きました。北海道のお土産を私たちにくれました。じゃあ今週部長は大阪に行きました。また部長は大阪のお土産を私たちにくれました。先週、今週だけじゃなくて、いつも出張するときに私たちにお土産を買ってきてくれます。この時に部長は出張のたびに、出張が名詞なので、するの動詞をつけて出張するたびにということもできます。出張が名詞だから、さっき私は出張のたびにと言いました。たびにの前に名詞があったらのを入れてくださいね。はい、こんな感じかな。今日は2つまた紹介しました。なんかもう何回かこの生活で使う日本語の文法シリーズをやってきたんだけど、やっぱ結構難しいですよね。なんか、これって学校の授業とは違うから、学校の授業って私はその学生がどのレベルかっていうのは分かってるので、どうやって説明したら分かるかなとか、どういう言葉を使えば分かるかなっていうのが想像できるから、授業の準備もできるしいいんだけど、やっぱ YouTube ってありがたいことに本当にいろんな人が見てくれてますよね。だから多分私の動画見てる人はほとんど日本語を勉強している人だと思うので、もしかしたら先週日本語の勉強を始めましたっていう人もいれば、もう2年くらい勉強しているという人もいれば、もう10年勉強してますっていう人もいると思うんですよね。なので全ての人に満足してもらえるような説明をするっていうのはやっぱり YouTube では難しいなーって最近本当によく思います。本当に見てくれている人がいることが本当にありがたくて、なるべくみんなが満足できるような説明がしたいなって思うんだけど、やっぱ私はまだちょっとそれができてないかな、足りてないなって思います。でもそんな中でも分かりやすかったですとか、一回勉強したけどもう一回あかねさんの動画見て復習になりましたって言ってくれるコメントがすごく増えて、本当に嬉しいです。やってきてよかったなって思います。やっぱりね、学校とか本で勉強した方がしっかり勉強できるとは思うんですけど、私がこの動画を作ってる目的は短い時間でちょっと復習できるっていうのと、日常生活とか、日常会話で日本語のネイティブスピーカーがどうやって使ってるのかっていうのを YouTube で簡単にシェアできたらいいかなと思って続けています。なので本当に見続けてくれている皆さんがいるおかげでこうやって続けることができるので、本当にありがたいと思ってます。いつもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。